皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストのリサです。皆さん、いかがお過ごしでしたか？このポッドキャストは、一般の日本人が日常で使う自然な日本語で話すようにしています。話すスピードは少しだけゆっくりです。ぜひ最後までお聞きください。週末に家族で日本のテーマパークに行ってきました。日本のテーマパークで有名なのは東京ディズニーリゾートとユニバーサル・スタジオ・ジャパンがあります。また、ハリー・ポッターをテーマにしたワーナー・ブラザーズ・ハリー・ポッター・スタジオ・東京もあります。私の子供はハリー・ポッターも大好きなので、ここにも行ったことがあります。そして今回行ってきたのは東京ディズニーランドです。朝9時の開園とともにランドの中に入りたかったのですが、少し家を出るのが遅くなって駅に着いたのは9時ちょうどでした。するとすでに長蛇の列ができていました。皆さんは東京ディズニーリゾートに行ったことはありますか？今回は東京ディズニーリゾートの歴史を少しお話しして、写真や動画を載せながらディズニーランドを楽しむ方法も含めてお話をしたいと思います。もし今後行くことがありましたら、私の話もぜひ役立ててくださいね。まず、東京ディズニーリゾートは千葉県の舞浜駅にあります。東京ディズニーリゾートと言ってますが、実は場所は千葉県にあります。千葉県はすぐ隣なので、東京駅から電車で15分、羽田空港から直行バスで45分、成田空港から直行バスで65分で着きます。すぐに行けますね。ディズニーリゾートのキャッチコピーは夢が叶う場所です。夢の国なので、キャストの皆さんも本当に笑顔が素敵です。ディズニーランドが開園したのは1983年4月15日です。私が福岡に住んでいた子供の頃にディズニーランドに行った学校の友達が羨ましかったことを覚えています。なぜなら九州から出たことがない私にとってディズニーランドは遠い夢の国だったからです。そして2001年9月4日には世界で初となる海をテーマにした第2のテーマパーク東京ディズニーシーがオープンしました。その後ディズニーホテル、ショッピング施設、多目的ホールを備えたディズニーリゾートへと発展しました。歴史のお話はこの辺にして、今回ディズニーランドに行った時のお話をしようと思います。平日だったのですが、とっても人が多かったです。一番人気のアトラクションはなんと200分待ちでした。日本人は行列に並ぶことが好きなイメージがあると思いますが、私はあまり行列に並ぶことが好きではないです。理由は疲れてしまうのと、時間がもったいないと思ってしまうからです。でも、ディズニーではそんなこと言ってられません。並びましたよ。それでも、なるべく効率よく子供が飽きないようにするため、東京ディズニーリゾートの公式アプリを活用しました。今はアプリを見ればどこが空いているかもわかるのですごいですよね。食事もアプリを使ってモバイルオーダーしたため、並ばずに食べることができました。もしこれを聞いてくれている方で、東京ディズニーリゾートに行く予定の方は、公式アプリをどんどん活用して楽しんでくださいね。人気のアトラクションは朝一番に短い待ち時間で乗れる無料チケットの40周年記念プライオリティパスをアプリで取得しました。
そしてその後、短い待ち時間で乗れる有料のチケット、プレミアアクセスチケットを買いました。それは一人1500円かかりましたが、効率よく行くために一度だけ使いました。私の子供は男の子、息子なので、プリンセスが主役の乗り物には興味がなく、ジェットコースターなどのアトラクションばかりに乗りました。最初は一つ15分待ちから30分待ちのアトラクションに乗りました。多分合計で10個くらいは乗ったと思います。結構たくさんのアトラクションに乗れた方ではないのかなと思っています。乗ったアトラクションを一部紹介しますね。まず、乗っている丸太のボードが滝壺の中に急降下で落ちていくスプラッシュマウンテンについて。これは180分待ちだったため、先ほど話したプレミアアクセスチケットで乗ることにしていました。だけど、実際に目の前で見たときに、私は乗るのやめたいと思いました。なぜなら、急降下するボートを目の前で見て、とても怖くなったからです。でも、お金も払ってるし、乗るしかないと覚悟を決めました。乗っている間は、滝壺に落ちる瞬間まで心配で胸がぎゅーっと痛かったです。でも、落ちてみればそんなに怖くもなく、濡れたのも顔だけで済みました。ちなみに私は濡れたくなかったので、先にキャストの方にそのことを伝えました。そうすると、濡れにくい場所を案内してくれましたよ。そしてビッグサウンダーマウンテンについて、これもまたまた長い行列だったため、無料の40周年プライオリティパスを利用して乗ることにしていました。乗れた時間帯はお昼の3時頃になりましたが、並ばずに乗れてよかったです。そしてこのアトラクションは急降下することもなく安心して乗れました。それからアトラクションばかりでなく、私が行きたかったシンデレラ城にも行きました。夜はパレードも見ました。パレードは本当に綺麗でしたよ。私は美女と野獣の話やシンデレラの話が好きなので、パレードはうっとりしながら見ていました。夜遅くなるとアトラクションに乗る人も少なくなってきました。そこでとうとう最後にモンスターズインクのアトラクションに並びました。それでも1時間以上並びました。さすがにずっと立っていることに疲れましたが、アトラクションは可愛くて楽しかったですよ。朝早くから夜の9時までいて家に帰りました。楽しい一日でした。私は実は今回初めてディズニーランドのアトラクションに乗りました。行ったことはあったのですが、その時はショーばかり見ていました。20代の頃でアトラクションにはあまり興味がなかったと思います。でも、この年になって息子と一緒にアトラクションに乗ってとても楽しかったです。今回はショーをゆっくり見ることは諦めましたが、充実した一日となりました。ディズニーリゾートは大人も子供も楽しめる夢の国だと思います。そして日本はテーマパークの国でもあるそうですね。ぜひ日本に遊びに来るときはいろいろなテーマパークにも遊びに行ってみてくださいね。また行ってみたいと思う日本のテーマパークがあったらコメント欄で教えてください。今日も聞いていただいて本当にありがとうございました。これからも日本語を楽しく聞けるコンテンツを発信していきますので、
登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。まず、東京ディズニーリゾートは千葉県の舞浜駅にあります。東京ディズニーリゾートと言ってますが、実は場所は千葉県にあります。千葉県はすぐ隣なので、東京駅から電車で15分、羽田空港から直行バスで45分、成田空港から直行バスで65分で着きます。すぐに行けますね。ディズニーリゾートのキャッチコピーは夢が叶う場所です。夢の国なので、キャストの皆さんも本当に笑顔が素敵です。ディズニーランドが開園したのは1983年4月15日です。私が福岡に住んでいた子供の頃にディズニーランドに行った学校の友達が羨ましかったことを覚えています。なぜなら九州から出たことがない私にとってディズニーランドは遠い夢の国だったからです。そして2001年9月4日には世界で初となる海をテーマにした第2のテーマパーク東京ディズニーシーがオープンしました。その後ディズニーホテル、ショッピング施設、多目的ホールを備えたディズニーリゾートへと発展しました。歴史のお話はこの辺にして、今回ディズニーランドに行った時のお話をしようと思います。平日だったのですが、とっても人が多かったです。一番人気のアトラクションは、なんと200分待ちでした。日本人は行列に並ぶことが好きなイメージがあると思いますが、私はあまり行列に並ぶことが好きではないです。理由は疲れてしまうのと、時間がもったいないと思ってしまうからです。でも、ディズニーではそんなこと言ってられません。並びましたよ。それでも、なるべく効率よく子供が飽きないようにするため、東京ディズニーリゾートの公式アプリを活用しました。今はアプリを見ればどこが空いているかもわかるのですごいですよね。食事もアプリを使ってモバイルオーダーしたため、並ばずに食べることができました。もしこれを聞いてくれている方で、東京ディズニーリゾートに行く予定の方は、公式アプリをどんどん活用して楽しんでくださいね。人気のアトラクションは朝一番に短い待ち時間で乗れる無料チケットの40周年記念プライオリティパスをアプリで取得しました。そしてその後、短い待ち時間で乗れる有料のチケット、プレミアアクセスチケットを買いました。それは一人1500円かかりましたが、効率よく行くために一度だけ使いました。私の子供は男の子、息子なので、プリンセスが主役の乗り物には興味がなく、ジェットコースターなどのアトラクションばかりに乗りました。最初は一つ15分待ちから30分待ちのアトラクションに乗りました。多分合計で10個くらいは乗ったと思います。結構たくさんのアトラクションに乗れた方ではないのかなと思っています。乗ったアトラクションを一部紹介しますね。まず、乗っている丸太のボードが滝壺の中に急降下で落ちていくスプラッシュマウンテンについて。これは180分待ちだったため、先ほど話したプレミアアクセスチケットで乗ることにしていました。だけど実際に目の前で見たときに私は乗るのやめたいと思いました。なぜなら急降下するボートを目の前で見てとても怖くなったからです。でもお金も払ってるし乗るしかないと覚悟を決めました。乗っている間は
滝壺に落ちる瞬間まで心配で胸がぎゅーっと痛かったです。でも落ちてみればそんなに怖くもなく、濡れたのも顔だけで済みました。ちなみに私は濡れたくなかったので、先にキャストの方にそのことを伝えました。そうすると濡れにくい場所を案内してくれましたよ。そしてビッグサウンダーマウンテンについて、これもまたまた長い行列だったため、無料の40周年プライオリティパスを利用して乗ることにしていました。乗れた時間帯はお昼の3時頃になりましたが、並ばずに乗れてよかったです。そしてこのアトラクションは急降下することもなく安心して乗れました。それからアトラクションばかりでなく、私が行きたかったシンデレラ城にも行きました。夜はパレードも見ました。パレードは本当に綺麗でしたよ。私は美女と野獣の話やシンデレラの話が好きなので、パレードはうっとりしながら見ていました。夜遅くなるとアトラクションに乗る人も少なくなってきました。そこでとうとう最後にモンスターズインクのアトラクションに並びました。それでも1時間以上並びました。さすがにずっと立っていることに疲れましたが、アトラクションは可愛くて楽しかったですよ。朝早くから夜の9時までいて家に帰りました。楽しい一日でした。私は実は今回初めてディズニーランドのアトラクションに乗りました。行ったことはあったのですが、その時はショーばかり見ていました。20代の頃でアトラクションにはあまり興味がなかったと思います。でも、この年になって息子と一緒にアトラクションに乗ってとても楽しかったです。今回はショーをゆっくり見ることは諦めましたが、充実した一日となりました。ディズニーリゾートは大人も子供も楽しめる夢の国だと思います。そして日本はテーマパークの国でもあるそうですね。ぜひ日本に遊びに来るときはいろいろなテーマパークにも遊びに行ってみてくださいね。また行ってみたいと思う日本のテーマパークがあったらコメント欄で教えてください。今日も聞いていただいて本当にありがとうございました。これからも日本語を楽しく聞けるコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。